皆さんこんにちは。宮崎智美の考えるラジオの始まりです。今日はゲストに経済ジャーナリストの井上久夫さんをお招きしております。井上さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、自動車王国日本の現在地ですが、今日はホンダについてお話しいただけるそうですね。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ちょっと衝撃的な見出しですけど、大失敗、原因が EV へ全振りしたというこのお話を今日はしていただきます。はい。で、ホンダといえばね、日本人の憧れといいますか、F1 とかそういったところでスポーツカーの分野でも大活躍ということで、なんか憧れのメーカーであったんですけども、このところ経営状態が極めて急速に悪くなっているということですが、今日は、このあたりのお話になっていく感じでしょうかね。そうですね。はい。ホンダというとソニーと並んで日本を代表する、製造業のブランドで、ソニーも一旦地に落ちていろいろ改革をしてまた今復活しましたけど、ホンダというのはですね、企業イメージはいいと思うんですが、実態はですね、この20年ぐらい見ていると四輪事業はかなり苦戦をしててですね、イギリス工場を閉鎖したりとかですね、埼玉の狭山工場を閉鎖したりということで、リストラをやったりですね、その組織改革をですねやったりとかいろいろしたんですけど、なかなか要は売れ筋のもの、稼げる商品がですねないと。例えば日本の収益力では強いトヨタなんかと比較するとですね、やっぱりトヨタってですね、アルファードとかラブ4とかありますね。その稼げる車がですね、あるんですね。でホンダの場合はやっぱりその稼げる車がやっぱりないと、足元でしっかり稼げる車がないのにやっぱり EV にですね、将来の動向を重視して EV に全振りしちゃったので今厳しい局面にあるということですね。はい。どれぐらい悪いかです。はい。2か年でということですかね。そうですね、はい、26年3月期決算と来年3月期の決算でトータルで2兆5000億ぐらい損失が出るということなんですね。この損失の出るのはこれもほとんど EV 関連でして、EV にかなり先行投資をしてるんですね。確か次の資料に書いてると思うんですが、代表的なものとしては、オハイオ州にですね、韓国の LGですね、電池で合弁します、工場を作りますと。でホンダのオハイオ工場を EV の生産のハブ拠点にしますというようなことにですね、巨額の投資をしていると。で、ロゴマークを一新したですね、ゼロシリーズっていうのをですね、アメリカ中心に入れていくっていうことを言ってたんですね。プラス、そんなホンダモビリティ、ソニーと合弁会社を作ってですね、アフィーラっていうですね、これは高級 EV ですね。高級 EV、ソニーの技術と、ホンダの技術を融合させた素晴らしいものを出そうという発想でですね、合弁を始めたんですけど、こういうようなものにもうすでに3兆円を超える額投資してまして、で実際 EV がですね減速して出しても売れそうにないので、先行投資してた金型をですね減損処理したり、あとそのサプライヤーさんがくっついてくる、サプライヤーさんもいろいろ準備してもらってるんで、そういうところへの保証がですね、生じるということで、トータル2兆5000億と、そのうち、キャッシュアウトするのが1兆7000億ぐらいということで、これはでかいですよね。現金が出ていくということですからね。そうですね。三部社長がですね、3月12日に記者会見してこれ発表したんですけども、実はこれゼロっていうですね、ホンダが力を入れた EV にしてもアフィーラにしてもまだ本格的に市場には出てない、本格的な市場には出てないわけですよ。で市場で勝負する前にもう撤退と。で販売フェーズに入るともっと損失がでかくなるんだという説明をしてましたね。でもそれでも
問題ないという。ホンダはですね、財務体質は非常に、株価は低いんですけど、財務体質は非常に良くて、内部留保も厚いし、手元ですぐに動かせるお金がですね、4兆円超えるぐらい持ってるっていうので、1兆7000億キャッシュアウトしてもですね、財務に大きな打撃はないということを CFO が説明はしてました。二輪は儲かってるんですかね。二輪はですね、非常に今、もう調子は今良くてですね、売上は四輪の4分の1ぐらいしかないんですけど、営業利益率がですね、20% ぐらい、19% 台でして、その今まで過去20年ぐらい見るとですね、ホンダは二輪が四輪を支えるという構図になってたんですね。でですね、四輪はどちらかというと、どんと構えすぎてるっていうか、やっぱり技術のホンダ、我々がホンダの顔だみたいな部分があってですね、非常にこう安住してる、悪い厳しい言い方をすると安住してるし、応用といいますか、あまりしたたかさがないんですね。で、二輪なんかはですね、一時、1990年代の後半にコピー車メーカーに結構やられ始めたんですね。真似されたってことですね。真似されたんですけど、その時にホンダどういう行動を取ったかっていうと、コピーメーカーと合弁を作って、でコピーメーカーの手の内を逆に盗んでやれということで、コピーメーカーを仲間にして自分たちの足りない点をコピーメーカーから学んでコスト競争力をつけるって、これは非常にしたたかですね。大体大きな企業はそういうことはできない。ところがですね、トヨタはそれやってて、今EV で自分たちが中国に負けてるんではないかと思うとですね、これは BYD とすぐ中国の EV 合弁を作ったり、中国限定でですね、ファーウェイの OS をですね、EV で使うとかですね、その地域の進んだものをですね、取り入れるっていうのは自分たちが負けてるんじゃないかっていうその問題意識、実際負けてる部分もあると思うんですよ。でそれを組むことによって吸収しようということですよね。相手をこうリスペクトするといいますか、自分が負けてることを素直に認めて客観視できるって、それよく現地現物とか現実、ホンダなんかも現実っていうことをよく言うんですけど、現実を直視できる、そこから自社が何をやるべきなのかっていう解がですね、こう出てくると、これは孫子の兵法で敵を知り己を知れば百戦危うからずじゃないですけど、やっぱ競合相手の手の内を知るためにいろんな策を練るということなんでしょうね。なるほど。そのあたりトヨタは本当したたかにやってますし、ホンダも二輪はそれをやっていたと。で今回ね、この損失の中で、実は中国の部分もちょっとあってですね、中国なんかがホンダはですね、日本メーカーで一人負け。でトヨタはそういう形で、中国の強いところと組んで GO に行っては GO に従う形で、中国マーケットに合う商品を作ってると。で日産もそういう形に変えて、開発をかなり中国側に権限を移譲してですね、中国のマーケットに合ったものを作ると。ホンダはそれがやっぱりできてないのでですね、販売の落ち方がほぼ一人負け状態になってるということで、これもやっぱり市場をやっぱりしっかり見てない、なんか殿様商売みたいなそうですね、自分たちの技術や、自分たちの力に安住していると。ただその数字を見ると、じゃあ2025年世界で車販売ランキング、新車販売ランキング見ると、ホンダはですね、もう BYD にも中国のジーリーにも追い抜かれて、追い抜かれてるわけで、その世界の中の立ち位置としてはですね、もうなんていうか輝ける自動車メーカーではもうないわけですよね。そこから自分をまず直視できていないという、ホンダ、特に四輪の部門がそうだという、そうですね。で、それで、社長がこの EV 化っていうところを温度を取っていったということですけども、そうですね、そうですね、三部さんですね、2021年就任した三部社長です。この方が、脱内燃機関宣言、こういう宣言までして、EV か FCV とは燃料電池車のことですかね。そうですね、これは2040年にホンダがグローバルで売る車はすべて EV か燃料電池車にしますよということを、打ち出したわけですね。
これはですね、2021年当時の流れから言うと、間違ってはないんだろうと思うんですね。例えば、後に方向転換しましたけど、ヨーロッパの各国も2035年に新車販売で、エンジン車の販売をですね、禁止する方向をですね、打ち出していました。それが正しいかどうかは別にして、政府が規制をですね、そういう方向に打ち出してましたし、アメリカでもですね、カリフォルニア州を中心に環境規制がますます厳しくなるということで、そのバイデン政権になってからですね、26年比で32年に CO2 の排出をですね、半減させる規制を導入すると、その結果、新車販売に占める EV 比率がですね、60% ぐらいになるんではないかっていう試算も出てたんですね。ちなみに今、アメリカのね、EV 比率っていうのは、それでも 7.8% ぐらい、あるんですけど、日本なんかよりも日本は 1% 台ですから、その日本よりもあるんですけど、それが 60% になると。で、この資料にも書いてるんですが、ホンダというのはですね、これも皆さん知ってる方多いんですけど、やっぱりアメリカの企業でして、実は、世界販売の 40% をやっぱりアメリカで売ってると。で、アメリカがこういう流れが、強い流れができてるんであれば、やっぱり急がないといけないということで、やっぱり EV に全振りしたということなんですね。トヨタもアメリカで儲けてる会社ですし、日産もそうなんですけど、数字を見ると、ホンダよりは米国市場比率っていうのは低くて、特にトヨタなんかはアメリカだけではない東南アジア、ヨーロッパ、中南米、中近東、まんべんなく全方位で世界で商売をしてるわけですから、もちろんアメリカ比率は高いとはいえ、ホンダほどは高くないわけですね。なるほど。そうしたことはバックグラウンドにありました。やっぱり規制ですね、地球温暖化問題に発する規制、ヨーロッパで当時のアメリカなんかはぐっと規制を強化して、もう電気自動車じゃないとダメだというような方向にぐっと引っ張っていきますもんね。これは政府主導でそういう流れができたんですけど、でも車というのは個人の趣味嗜好が入ってくる、消費活動の中に入ってくる部分があってですね、じゃあお客さんがその通り動くとは限らないですし、あとインフラとの関係も出てくるわけですよね。充電設備がちゃんと整っているのかとかですね、いろんな問題が関わってくるから、政府が規制を強める方向であっても、マーケットの動きっていうのは必ずしもその動きと、動きをいつに、しないわけですよね。そこをホンダはですね、市場の変化を規制の方ばっかり目がいってですね、市場の変化をですね見誤ったという点で、私はあの時の判断は間違いではなかったんだけど、市場の判断は見誤って軌道修正が遅かったという意味でですね、経営責任はですね、私はあるんだと思うんですね。これは自動車メーカーどこも同じような経営関係があったと思うんですが、その規制と対規制という意味では、特にホンダが遅れたっていうのはそのトップの旗振り。そうですね、やはりここは、三部社長が自分の経営判断にちょっと意固地になってた部分っていうのがあると、一時社内ではですね、エンジンはいらないみたいなことを言ってたりしたものですから、それをですね、真摯にその現実の変化をですね、真摯に受け止めて軌道修正するってことが遅れたと。私のイメージですと1年半ぐらい遅れたんじゃないですか。1年半はちょっと致命的ですね。例えばね、もう昨年の2025年の5月に、2030年までに、EV 関連やソフトウェア、デファインドビークル、車の知能化に10兆円投資するって言ったのを、7兆円に落としますと、軌道修正はし始めてはいたんですけど、こういう形で減損なりですね、大きな判断はまだできてなかったわけですね。もうその頃から社内ではですね、このまま突き進むとどれだけ赤字が出るかわからないと、だから早く止めないといけないっていう議論がですね、かなり出てたんですけど、それを三部社長が聞かなかったという部分は少なからずあると思います。第二次トランプ政権ができたのが去年2025年の1月ですから、その時にもう大きな宣言をしてましたからね。その選挙戦の前にもう2025年の11月から
まあ自分がもうその前からですね、当選する前からやっぱり EV が減速して、やっぱりハイブリッドがむしろ売れてると、EV の減速よりアメリカもハイブリッドなんだという流れが出てきて、将来は分からないですよ、分からないですけどハイブリッドが売れてるんだと。でも企業である以上やっぱり足元の収益も追わないといけないわけですよね。そこがおろそかになってたっていう部分が大きいと思いますね。これはなんか三部さんの個人的といいますかキャリア的ななんかバックグラウンドでそこ見誤るなんか背景みたいなのあるんですか？三部社長はもともと技術屋さんなんですけど、キャリブレーションっていって、適合なんです。適合ってよく言うんですけど、各国例えば排ガス規制なんかをですね、各国各地域の環境規制に合わせていくようなのが得意領域だと言われてるんですけど、K トップがですね、いわゆる環境問題に詳しかっただけに、自分の虎の子のマーケットであるアメリカでそういう規制が出るということになれば、やれということになったんだと思いますし、あとこれは私の推測ですけど、やっぱり過去の成功体験もあると思うんですね。ホンダは CVCC エンジンで成功して、やっぱりそれによりやっぱり治ってきたっていう部分があって、やっぱり環境はホンダだというやっぱりイメージはあるんだと思いますね。ですから環境に対応することによって、環境がいわゆる新たなマーケットを作るんだという意識がですね、やっぱり強い会社だったんだと思いますね。井上さんが感じたところで言うと、そのバイデン政権の時の雰囲気からしてやれっていうのはそれは OK だったけど、その後の潮目の変化、そこについていかなかった。そうですね、やれということと、あと潮目の変化プラス、じゃあこの2040年に EV、FCV に全部すると言っても、2021年から40年までって19年あるわけじゃないですか。その間何で食っていくのという意識がやっぱり低すぎたんじゃないかな。なるほど。技術革新と市場の変化は軌道が同じではない。ないですね。それと、これはちょっとホンダの社内で言い訳がましく言われてるようですけど、2023年から24年ぐらいにかけてですね、やっぱりホンダ単独では四輪事業は生き残れないという危機感があったので、日産との協業交渉をですね、やり始めたわけなんですけど、そちらの方に注力しすぎたという部分があるということが、社内の反省点として今言われているところですね。なるほど。そうした反省の声も出てるということは、間違っていることにはもう割とみんな気づいてきてたけど変えられなかったっていう。変えられなかったですね。それはやっぱりトップの責任になるんでしょうか。そうですね。自動車メーカーはどこも同じその規制に振り回されるという意味ではどこも同じですが、もちろんみんな EV にガンガン投資しました。そこそこ力があって資金力があるところはですね、投資したわけですよね。ですから GM やフォードはこれアメリカが母国市場なわけですから、そうですね、アメリカでそういう規制が起こるということであれば、やっぱりこれ EV に全振りしていくということになるんですね。これワーゲンはこれはヨーロッパの会社で、ヨーロッパも先ほど言いましたように2035年ガソリン車新車販売で売っちゃダメだみたいな地域も出始めたわけですから、ワーゲンなんかもその辺にですね、先駆けた部分が私はあるんだと思います。これ一つ言えると思うのは、先駆けるために投資する余力がある会社。例えばですね、これマツダなんかはですね、やっぱりアメリカ比率は高いんですけど、やっぱり財務力が弱いので自前で投資する力がないですから、どういう対応を取ったかっていうと、排出権クレジットでですね、対応したわけですね。それ結局それも減損処理を、することになったんですけど、自前で投資するよりやっぱり被害は少なくて済んだということですね。ですから結局これは財務体力って言いますか、自前で投資する体力がなかったことがですね、結果として功を奏したと言っていいのかどうか分かんないですけど、結果として大きな傷を負わなかったというようなことが言えるんじゃないですかね。ホンダはむしろその財務的に余裕があって、でしかもその規制に敏感なトップがいたし、技術もそこそこ、なんていうか、自信過剰な面はあるんですけど、自分たちでやれるっていう思いもあったと。なるほど。でライバルといいますか、日本の中では、トヨタはどうだったんだというところでちょっと
トヨタもですね、いわゆるアメリカは収益源として非常に重要な地域ですから、トヨタも、ホンダに少し遅れてですね、電動化に4兆円、これホンダの場合は、トヨタの場合は EV 全振りじゃなくて、ハイブリッドなども含めて、マルチパスウェイっていう言い方をしてますから、電動化に4兆円と。でもこのうちね、2兆円は、蓄電池に投資すると言ってて、この2兆円のうちかなりの部分が私はノースカロライナの電池工場につぎ込まれていると思うんですが、予定通りトヨタはですね、昨年の11月に開所式を開いたんですけど、やっぱりトヨタはですね、EV 向けの電池ではなくてハイブリッド向けの比率を高めたりとかですね、あとこれには書いてないんですけど、例えばインディアナ工場で EV を作る予定だったのを少し後倒しにしたり、あとケンタッキーとインディアナ両方を EV の拠点にしようとしたんですけど、インディアナはやめてケンタッキーに EV は集約するとかですね。で、そういう事業の修正をマーケットの変化というかですね、一気に EV にはいかないぞと、むしろハイブリッドの方が売れるぞということで軌道修正をしましたと。で、国内でもですね、レクサスを全部 EV にするというような方針を打ち出してましたので、レクサスは九州の工場で作ってるもんですから、九州の福岡県神田町にですね、蓄電池の大きな工場を作るっていう計画を打ち出してたんですが、こういうのもですね、延期しますということで、軌道修正はしてるわけですね。臨機応変といいますか、柔軟に投資する前に、軌道修正してるってことですね。なるほど。その辺はちゃんと市場動向も見ているという、そういうことですね。そういうことですね。そこは見ている見ていないの違いということですかね。ホンダがその市場動向、規制に振り回されて、そこを盲信して、市場動向をしっかり見ていかなかったっていう、もちろんその社長のキャリアとかそういった話もありますけども、ダメだこのままじゃダメだっていう時にどうしてブレーキって言いますか、舵を切れなかったんですかね。それはさっき言ったように、やっぱり社長が自分の方針に意固地になってたっていう。強権的って言いますか、そう強権的ですね。強権的なのと、やっぱり下の人の言うことはあまり聞かない、そういう雰囲気がある。トップに、こういう言い方はホンダの中ではされてますね。現場の意見がトップに伝わらなかったと、やっぱり足元、例えば製造にしても販売にしても、その足元でいろいろビジネスをやってる人たちがいるわけですよね。そういう人たちからある流れがやっぱり見えてくるものもあって、そういうことがやっぱり意見具申しても経営上層部に伝わらなかったという部分がやっぱりあるんだと思います。で、技術陣自体はどうなんでしょう。ホンダっていうのはその技術の塊みたいなブランドイメージがありますけど、四輪の方の技術陣というのは、この度の EV 全振りとかそういったのも経てですね、エンジン部門のこの技術陣とかそういった研究の積み重ねとか、そういったところに影響は残ってしまってる。少なからずあると思いますね。その脱エンジン宣言したので、やっぱりエンジンへのリソースをやっぱり絞ってたりしたものですから、じゃあ、反転攻勢するにあたってですね、本当にいいものが出せるのかということについては、やっぱり私は少し懐疑的に見てますね。で、これはホンダハイブリッドで反転するっていうことを言ってるわけですね。で、この5月のおそらく半ばにですね、毎年ホンダは今の置かれている経営状況を説明して、かつその新しい経営方針があれば、説明する、記者会見を大体開くから、今年もやるんでしょうけど、その時に反転攻勢策が出るんですね。その時にこれは想定される内容としてはハイブリッド強化と、あとプラス中国や東南アジアでも販売を落としているので、そこをどう立て直すのかということと、やはりホンダ一社では生き残るのは難しいので、またアライアンス戦略どう再構築していくのかというようなことが打ち出されるのではないかなというふうには思いますけども、ただ、これ言うのは簡単ですけど、実行できるのかと。で、この20年ぐらいのホンダの歴史を見ると、四輪が非常に厳しいって言ったんですけど、新しいことにかなり失敗してるんですね。例えば今の
三部社長の前の前の社長の伊藤社長の頃に、例えばフィットで、新しい技術をこうダブルクラッチの新しい技術を入れたらですね、それが当初原因不明のですね、問題を起こしてですね、大規模リコールになって結局伊藤社長の経営責任がですね、こう問われる事態になったと。でその原因も突き詰めていくと、とにかくコストを安くして、開発のスピードを上げろと。それは間違った判断ではないんですけど、それをですね、過剰に組織能力を超える範囲でやりすぎちゃったものですから、それが品質に現れて大問題になったとかですね、いろいろホンダはいろいろ仕掛けようとするんですけど、これまでいろいろものにできてないわけですよね。そうですね。伊藤社長もなんか下に厳しくて有名だったような記憶があるんですけど、伊藤社長はですね、下に厳しいというよりもう課長ぐらいの時から将来の社長だって言われてたような人で、一応技術者としては例えば NSX をやるとか、そういう実績もあった方で、やっぱりね、経営者としては私はそんなに無能ではないと思うんですけど、やっぱりちょっとやりすぎたというかですね、現場の声に耳を傾けなかったっていう部分はやっぱりあるんだと思いますね。でその後の8号社長がむしろその強権的にやった伊藤体制時代のやり方を変えて、おっとりした感じですね。もう少しその役員同士のコミュニケーションをですね強化しましょうよとかですね、そういったことをやり、伊藤時代にもかなり拡大したもんですから、そのこう縮小をですね、リストラをですね8号時代にはかなりやったということなんですね。なるほど。この反転攻勢策、確かにこの3つそうだろうなというのが並んでますけど、それぞれね具体的な策をつけていかないといけないわけですからね。そうですね。ハイブリッド強化といっても、トヨタみたいにどっちにも動けるような感じにしておいて、じゃあやっぱりハイブリッドを今はちょっと強めようっていうのができる会社とできない会社、ホンダはそういったところ。だから一応新しいハイブリッド技術はもう発表してて、内容を見る限り良さそうなものなんですけど、でもそれが本当に実行できて、車に乗って営業の現場がしっかり売ることができるのだろうかというふうに私は懐疑的に見てると。これはですね、やっぱり一つホンダって最近社内の士気がやっぱりこう低いんですね。例えば大きなその問題に対処するときに、経営者が立派であっても、それを実行する部隊がですね、どういう形でブレイクダウンして、現場で汗を流すのかっていうのがやっぱり企業として成果が出るかどうかの一つのポイントになると思うんですけど、私が取材する限り開発も営業もかなり士気がやっぱり低いです。じゃあ上の人がこう温度をとってもちゃんと踊ってくれるかどうかは分からないと思いますね。そこがだから三部社長は一応続投するって言ってますけど、現場が鼓舞してやってやるぞというふうになるかどうかですね。実はこれは日産とも同じような状況になってて、日産の前社長の内田さんの体制の末期の時にはですね、役員だけ高い給料報酬をもらってですね、現場はリストラで救急してるっていうようなことで、再生するんだっていうことを経営陣が言ってもですね、日産の現場はですねしらけてる雰囲気があったわけですよね。私はそれに近いものがあるように取材をしていると感じますね。なるほど。それとさっきの豪に行っては豪に従うというこれの考え方が大事だということですけども、これができる経営者っていうのはホンダには現れそうなんですかね。ここは分からないですね。これでもね、5に行っては5に従うっていうのはこのマルチパスウェイって原点はここなんだと思うんですよ。結局その動力源っていうのは地域によってその売れ筋が違うわけですよね。地域のエネルギー事情だとか、その地域の消費者の思考だとか、いろいろな要素が絡まって売れ筋が違うわけで、トヨタのように、年間1000万台を売りですね、
全世界で、かつその保有台数も莫大な保有台数があればですね、過去に売ったものも含めてあらゆる動力源にやっぱり対応していかないといけないという部分があるから、マルチパスウェイであり、それは GO に行っては GO に従うという戦略だったんだと思うんですよ。でもホンダの場合は、じゃあそのトヨタほどグローバルに売ってないですけど、やっぱり中国も非常に重要な拠点で、中国でもたくさん車を売ってたのに、やっぱりその特に中国では EV シフトが進んでですね、BYD やジーリーといったような日本人が知っている企業だけではなくてですね、新興の EV メーカーが台頭して、そういう企業を見てると本当にこういう企業に太刀打ちできるのかなっていうような状況になってるわけですよ。そういった意味でトヨタでも、今自動車事業に力を入れてるファーウェイにですね、OS をファーウェイ製の OS を使うとかですね、日産だってファーウェイのものを使うとか、自動運転の技術はもう、中国メーカーのものをですね、使うっていうような動きがある。いわゆる一言で言うなら、現地化をさらに加速化してる、権限以上も含めてですねしてるんですけど、ホンダはその辺が遅れてるものですから、中国市場にマッチした商品が出てこないわけですよ。なるほど。そうなるとかなりなんか深刻ですよ。ですから私はいろんなとこで言ってるし書いてるんですけど、EV 事業に EV 全振りに失敗したっていうことよりも、将来展望が明確に見えないことやですね、それすなわち反転攻勢策がまだ見えないことや、本当に反転攻勢できるのかということの方が大きな問題で、今はまだ資金力はありますし、キャッシュも持ってますけど、自動車メーカーって社員も多いですし、設備も高額なものを使ってますから、そういったものに対してキャッシュはあっという間に消えちゃうわけですよね。そうなるとホンダはですね、何年かするとやっぱり一気に経営危機っていうですね、黄色信号がですね、私は灯り始めるんじゃないかなと思いますね。キャッシュ4兆円あるからって言ってますけど、一気に1兆7000億出ていくっていうことですから、それがもう2年3年続いたらもう順調にいってても、やっぱオペレーション、毎月のオペレーションでですね、ホンダぐらいの規模になると何千億かのお金がですね、例えば部品メーカーへの支払いだとか、社員への給料だとかも含めてですね、出ていくわけですよね。キャッシュアウトはやっぱすごい。トヨタでよくリーマンの頃に、1ヶ月に1兆円キャッシュアウトするって言ってましたよね。それは支払い、社員への給料、部品メーカーへの支払いも含めて1兆円って言われて、それで売り上げがなくなってくると手持ちキャッシュがどんどん減っていくってことが言われてたわけであって、やっぱり自動車メーカーってそういう意味で逆回転になってくると非常に怖い産業ではあるわけですね。そうですね、本当なんか怖いですね。いやトヨタもリーマンの時は1兆円下方修正っていうのありましたけどね。いやじゃあそういう、策が5月に示されるということですけども、その上っ面じゃなくて本当この辺りを考えなきゃいけないっていう点をちょっと教えていただきたいんですけど。これはですね、ちょっと私が独自の視点で考えてみたんですけど、やはりアメリカ以外に稼げるマーケットっていうのを早急に作っていかないといけないと。そうするともともと中国や東南アジアには拠点があるわけで、そこの立て直しを早くすると、そこで私はアライアンスを使うべきなんじゃないかなと。例えばですね、その日産の買収に名乗りを上げた台湾のホンファイっていうのは実はかなり EV で実力を備えててですね、彼らの強みはコストとスピードなんですよ。それと今 NVIDIA 銘柄って言われてるように AI サーバーの生産なんかをホンファイやっててですね、AI 領域にもすごい知見があるわけですね。そういった会社とやっぱり組む。例えば、エントリーカークラスの EV なんかはもうホンファイに受託生産で任せるとかですね、そういうようなことはですね、私は重要になってくる。実際に三菱はですね、オーストラリアやニュージーランドで売る EV はですね、もう自前ではできないから、ホンファイから車をもらって三菱のバッジで売るというようなやり方をしてるわけですよね。ホンダもそういうような大胆な
戦略、自前主義を捨てて、かつ効率的に市場をですね取りに行く、収益を取りに行くっていうようなですね、戦略が私は必要になってくると思うんですね。でその前提条件としてやっぱり自分たちが負けてるんだっていうことをですね、やっぱり新興 OEM なんかをやっぱり徹底的に分析してどこが負けているかっていうことを考え、これさっき二輪の事業で言いましたけど、コピーメーカーにやられそうになったら、コピーメーカーと合弁を組むみたいなことを言いましたよね。でトヨタは BYD と開発組んでるわけですけど、ホンダもそういう中国の勢いのある新興 EV メーカーと合弁を作るとかですね、そういう発想があっても私はいいんじゃないかなと思いますね。プライドがまだ捨てられないっていう感じなんですかね。やっぱりホンダはプライドが高い会社だと思いますね。でも数字を見ればね、そのプライドって言ってられない状況はもう来ているわけで、で社内でもそれを問題視していますが、ちゃんと問題だというふうに捉えてる人がいるわけですもんね。社内では言いますけど、じゃあ経営陣がそう捉えられるかですよね。でもね、これはね、業界を問わず言えるんですけど、落ちるとこまで落ちないとプライドは捨てられないですよ。なるほど。我々がいた会社じゃないですけどね、元いた、あんまり言うとまずいですか。いや言っていただいてもじゃあ我々がいた会社もなんか地に落ちるとこまで落ちたから、なんかスーパージャーナリスト宣言みたいなことを言い出したわけです。専門記者育てるって。スーパージャーナリスト宣言、いやだから専門記者を育てていくっていう。いや昔なんかそういう制度もありましたけどね。ありましたっけ？専門記者制度っていうのはありました。専門記者になってたんじゃないでしたっけ？いや私がまだ24年前朝日新聞の記者だった頃、自動車の専門記者になりたいって言ったら、君はちょっとなんか考え方間違ってるんじゃないかって言われたことがあって、日銀担当や財務省財検担当しないとですね、一流の経済記者になれないぞみたいなことをなんか説教されたことありましたけどね。私も日銀も財検もやってませんので一流ではないということででもそれはそっち専門記者を育てて何をするんですかね。いや何をするのか僕ね、これ確か日本経済新聞に朝日新聞の角田社長がインタビューして、それが結構大きな話題になってる。なんかタイトルが AI 全振りって書いてなっててですね、 EV 全振りじゃなくて AI 全振りで、その AI をうまく使いこなし、かつその、一つの領域に専門記者を育てていってですね、中身のあるコンテンツをですね、作っていくっていう、これ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。いやちょっと本題に戻しますそうですね、話それちゃいました。経営者は大事ということですかね。経営者の旗振りってやっぱり経営と現場の融合が大事なんだと思いますね。自動車メーカーみたいに社員が多いと。経営者がダメだった時に、社長の指名委員会とかですね、最近そうしたものを整備した会社があって、強権的な社長、退陣を促せる仕組みがある会社っていうのができてきてますけど、ホンダはもうそういった仕組みはホンダにも指名委員会ありますよ。でも私は本当に機能してるのかなというふうにはこう思いますし、いろいろ取材すると社内で話を聞くとですね、三部社長まだ社長やる気満々らしいですから、多分その経営責任取るつもりは多分ないんでしょうね。落ちるところまで落ちるっていうことですか。このままいくとその可能性はあると思いますね。早く誰かタオルを投げるかとか、取って代わる人が出てこないか。タオルを投げるというか、もしそういう動きが出るとすれば、例えば株主からですね、とかアクティビストが入ってきて、役員交代の株主提案が出るとかですね、そういう動きは出かねない状況だと思いますね。その辺のガバナンスが今後効いてくるかどうかですね。そうですね。それにしても処方箋がうまく書けないと、どうなっていくんでしょうか。ホンダ、大変なこともちょっと想定の中に入れておかなきゃいけない感じがしました。はい、今日はホンダについてお話ししていただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。